IT 業界に35年身を置き、企業コンサルを25年続けてきました。こういった経験を生かして、このチャンネルは人生の先輩としてあなたのお悩み事や相談に答えていくチャンネルです。会社に対していろいろな嫌なことはありますよね。例えば人間関係、仕事内容、給料などの待遇と様々なことがあると思います。我慢の限界が来ると、きっとあなたは次のような行動を起こすのではないでしょうか。起業するか転職をするか、そして悩んだ挙句、転職を選択する人が多いと思います。一般的な対応だとは思いますが、今回は本当にそれがあなたにとって最適な選択なのかどうかについてお話しします。きっとあなたのこれからの人生に役立つはずです。最後までご覧ください。今回の話がためになったり、面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。質問などはコメント欄をどんどん活用してください。日本政策金融高校総合研究所が実施した2018年度企業と企業意識に関する調査によると、企業関心層が起業しない理由として第1位、自己資金が不足している 53.1%、第2位、失敗した時のリスクが大きい 35.5%、第3位、ビジネスのアイデアが思いつかない 33.6% の順でした。起業に関心があっても、起業資金不足や失敗リスクが懸念材料となり、起業をためらう人が多いということです。さらに、任意を細分化すると、具体的なリスクとして、事業に投下した資金を失うことを挙げる割合が 80.3% と最も多かったです。以降も資金面の問題が続き、借金や個人保証を抱えること 74.2%、安定した収入を失うこと 70.5% の順でした。あなたも起業を考えたとき、同じような考えを持ってブレーキをかけてますよね。起業という行動に起こせないから結局転職の道を選ぶという人が多いですが、では転職は本当に安全なんでしょうか？考え方によっては起業よりも転職の方が相手任せの見えない状況ではないでしょうか？例えば、会社案内や面接だけではどんな環境でどんな人がいるか実際はわからない。当然、あなたの期待する状況としては、良い人間関係であったり、やりがいのある仕事、自分のしたかった仕事、また待遇面、給料や福利厚生などですよね。このようなことは実際にその会社に入社して本当の状況が見えてきます。入社する前の人に全てを見せる会社はありえません。転職してもうまくいかず、何度も転職を繰り返していると、今度は自分の方が社会の価値観や常識からずれていると自分を責めるケースもあります。いわゆる会社や社会に合わない自分自身がおかしいんじゃないかと思い込むケースの人もいるようです。また、あなたが興味があるのに起業に踏み込めない理由として、あなたの身の回りに起業している人がいないため、ネット上に情報は飛び交っているけれども、リアリティがなくイメージができない。こんな状況はあなただけではなく、みんな同じだと思います。知らない世界すぎて暗闇を手探りで進むのは誰だって勇気がいるし怖いですよね。しかし、しっかりとした起業への手順と道しるべがあれば、あなたの考えも変わってきます。例に例えると、テーマパークによくある巨大な迷路アトラクションをイメージしてください。迷路の中にいると、どちらに進むか迷いますが、仮にその迷路から離れて、高いところから全体を見渡せるとしたら、通り抜けるルートはわかりますよね。起業の際にもこのような道しるべと手順があれば安心です。あなたも経験したことがあるかもしれませんが、ゲームでいうところの攻略本みたいな感じです。攻略本の通りにゲームを進めていくと、大抵の人はクリアしますよね。それと同じです。では、皆さんが実際に企業に対してどういうイメージを持っているかというと、間違った認識が非常に多いようです。誤解しているんです。企業のイメージが事務所を借りて人を雇い、仕入れなどをし、また事務用品、備品を揃え、などという従来の古いタイプのアプローチをすれば、状況によっては1000万円ぐらいあっという間になくなってしまいます。ではどうすればいいのか。結論は、一人起業家でかつコンテンツビジネスをやれば全て解決します。なぜなら必要なものっていうのは、あなた自身とパソコン、スマホ、ネット環境だけだからです。先ほどの調査結果の起業に組み込めない理由を一つ一つ確認してみましょう。
まず第1位だった自己資金が不足している 53.1%。こちらについては自宅や好きな場所で作業し、パソコンとスマホ、Wi-Fi 環境があれば仕事ができます。また、コンテンツビジネスというのは、あなたの好きなことや得意なことをノウハウとして提供するビジネスなので、仕入れが発生しないんです。なので、実質の資金はかかりません。また、2位の失敗した時のリスクが大きい 35.5%。こちらは今お伝えしたように、そもそも資金がかからないので、金銭的なリスクはありません。また、人によっては、費やした時間がもったいないという人がいるかもしれませんが、本当にそうでしょうか？費やした時間というのは、あなたにとって貴重な経験となり、確実に実績となります。大事なことは、仮に最初はうまくいかなくても、失敗をそれだけで終わらせることなく、原因を分析して、改善して繰り返していくことが重要なんです。3位のビジネスのアイデアが思いつかない 33.6% については、こちらも間違った認識が多いんですが、アイデア勝負のビジネスはまず成功しません。ビジネスで重要なのはアイデアだと思われがちですが、そうではなく、いわゆる座組が最も重要で、それは販売動線などの構成や仕組み、仕様の設計作業をするということなんです。どうやったらあなたのビジネスやサービスがお客様の元に届き、お金の流れを作ることができるかどうかが大事なんです。販売動線などに関しては LINE で詳しくお伝えしてますので、ぜひ概要欄から登録をしてください。いわゆるサラリーマンは指示されたことを忠実に実行するのが仕事です。それに反して起業家は自分のやりたいことや得意なことを見つけて日々努力していくこと。誰も指示をしてくれないので自分で決めて自分で進んでいくものなんです。なのでサラリーマンでの正解行為は起業家としては全くの不正解であり、起業家としての正解の行為はサラリーマンとしては不正解です。そういった全く異なる仕事へのマインドも変えていかなければなりません。自分自身の人生は人間に唯一与えられた自由な権利なんです。あなたの人生なのだから好きなことや自分が思ったことを貫けばいいのではないでしょうか。不安ばかりで妥協ばかり、また人に言われたことばかり、そんなことで人生を過ごして果たして最終的に人生を振り返った時に楽しかったと思えるかは疑問です。そしてせっかく起業するなら成功の再現性が高く効率のいい方法を実行してみてください。今回のテーマのように、起業時の資金的問題やリスクを抱えないように取り組みたいと感じている方は、ぜひ概要欄にあるリンクから LINE の登録をお願いいたします。今登録していただくと、起業家適正診断をプレゼントします。こちらの公式 LINE では、好きなことをして最低年収1000万以上を稼ぐネット起業法のノウハウを定期的に無料で配信しております。動画下の概要欄から公式 LINE に登録して、次回の無料配信をお待ちください。無料でも中身の濃いノウハウを配信していきますので、ぜひ楽しみにしてください。あなたには無限の可能性があります。努力して行動すれば夢は必ず実現します。毎週配信する動画でしっかり学んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。